皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介をします。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説をしています。では早速行ってみましょう。今回は第4条夕顔の第23話です。桐壺亭の巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望し、様々な女性と関係を持っています。光源氏17歳、とある五条の夕顔の屋敷に興味を持ち、従者の手配のもと、源氏は密かに通うようになりました。では、この後の展開行ってみましょう。かかる筋は、まみ人の乱るる折もあるを。糸、目安く沈めたまいて。人のとがめきこゆべき振る舞いは、下間はざりつるを。怪しきまで。今朝のほど。昼間の隔てもおぼつかなくなど。思い、煩われ、たまえば。かつは、糸、物苦しく。さ、まで、心とどむべきことの様にもあらずと。意味じく、思い、覚ましたもうに。人の気配、糸、浅ましく、柔らかに、おうどきて。物深く、重き方は遅れて。北ぶるに、若びたるものから。よう、まだ知らぬにもあらず。糸、やんごとなきにはあるまじ。いずくに糸、こうしも止まる心ぞ。と、返すおぼす。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。光源氏は夕顔の女を手に入れて、かなり情熱が燃え上がっているようですね。一体、この女のどこが気に入ったのかもわからないまま、寝ても覚めても彼女への執心が捨てられないようです。さて、今回は物からについてです。物から
という単語はもちろん、ものという名詞にからという助詞がくっついたものですが、これ一語で接続助詞になるというのはご存知でしょうか。特に一の逆接になる場合が多く、今回でもその意味で用いられています。夕顔の女に対して思慮深く重々しいような方面は劣っていて、ひたすら子供っぽく振る舞っているものの、このものからで逆説展開が予測されます。よというのは男女の中ですね。男女の中もまだ知らないというわけでもない。つまり、うぶな風に見えて、決してそうじゃないってことですね。このように逆説の接続助詞の後は逆転の展開が予測されます。ってことは、前半がわかれば後半の意味がわからなくても、大体イメージが湧きますよね。逆に、逆説の後が主張になるのが基本だから、古文の中で結局何が言いたいのかもわかります。このように逆説の接続助詞は文脈把握に非常に重要なのでしっかりと覚えておく必要があります。基本のどとも、そして今回出てきたものからも含めて、もののもの、ものからものゆえ、また今回も出てきたおやにも逆説になる場合があります。さらに、ながらやつつ、そして逆説仮定条件のとも逆説展開が予測できる接続助詞として知っておきましょう。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1条キリツボからここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。